どうも、ホグです。今回はマイワシでスモークオイルサーディンを作っていこうと思います。黒胡椒、ローリエ、グローブ、唐辛子、ニンニク、塩、砂糖ですね。スパイス、ハーブはお好みで。一回沸かした後冷ましてソミュール液にします。今回使うマイワシです。本当はもっと小さいのが良かったんですが、割と大きいのになってしまいました。まずは鱗取りから。マイワシの鱗は指で撫でるだけで簡単に取れる防御力ゼロの鱗なんですけど、それって意味あるんですかね。おしゃれは我慢みたいなこと？できれば冷たい水の中で作業してください。本当すぐ傷んでしまうんで。魚辺に弱いとはまさにこいつのことです。一応由来も調べてみました。陸に上げた瞬間からすぐ弱々になってしまうことや、他の魚からいつも食べられてしまうことからイワシという漢字になったらしいですね。魚の中でもザーコザーコなんて煽られるんでしょうか。この後頭を落として内臓を掃除するので、苦手な人は1分50秒ぐらいまで飛ばしてください。刺身にするわけじゃないので、そんな神経質にやらんでもええです。なんなら頭と内臓を取ったものを買った方が早いですね。腹の中を掃除して水が濁らなくなるまで3回ほど変えました。そしたら次はソミュール液に漬け込んでいきます。水気をよく拭き取ってジップロックへ。平らに並べたらソミュール液を投入します。このまま冷蔵庫で1日。1日経ったら水気をよく拭き取って乾かします。特に腹の中まで念入りに拭きましょう。そしたらラップなしで冷蔵庫へ。はい、表面はそれなりに乾きました。そしたら燻製機で熱乾燥させますが、その前にチップの準備。今回も桜とピートを使います。なんですぐいぶさんねんってなると思うんですけど、狙いとしては一旦チップなしで熱だけ当てることによってさらに水分を飛ばして燻香をつきやすくする狙いがあります。十分に表面も乾いたので、いよいよいぶしていきます。燻製するときは絶対に換気扇の下でやってくださいね。じゃないと窒息します。70度から80度で2時間いぶしました。で、これをこのまま冷蔵庫で1日寝かせます。ほんのりゴールドがかったいい色になりましたね。で、次はこいつをオイル煮にしていきます。80度でだいたい4時間ぐらいですかね。それぐらいやっとけば骨までいけます。設定温度90度。だがこいつの90度は嘘だ。結構温度管理にムラがあるんで、低温調理器でやった方が良かったかもしれません。3時間半経ちました。ブラックペッパー、ローリエ、唐辛子、あと青山椒も少し入れてます。言い忘れましたが、油は米油使ってます。じゃあ4時間経ったのでつまんでみましょう。骨までいけるぐらい柔らかくなりました。で、瓶入れた瞬間、これ真っ二つです。平たいタッパーに入れるか、尻尾を切って縦でも入る大きさにするべきでした。こちとら人語をかろうじて喋れるだけのチンパンジー。計算なんてできるわけもなし。味はいいから。油が馴染むまで3日ぐらい置いときます。やっと食べれるんやけど、何日経っとんねん。イライラしながらポテトサラダを切ります。ポテトサラダにスモークオイルサーディン入れるとマジでうまいんですよね。味付けはシンプルにマヨネーズ、塩コショウだけです。
ぱりお供はパン。パンを油に浸して食べるだけでも結構美味しいです。オイルサーディンとたっぷりの油潰してポテトサラダと混ぜます。思ったより見た目グロいっすね。パンと盛り付けたら完成です。いただきます。カリカリに焼いたパンとの相性良すぎる。これは酒が欲しくなる味ですね。赤ワインや白ワイン、ハイボールなんかにも合いますね。でも私はチューハイ。乾杯。そのまま食べてももちろん美味しいんですけど、パンとかポテトサラダと合わせるとなおのこと味が引き立ちますね。で、漬け込んでた油なんですけど、あれもまあ美味しいので使用用途が広くて重宝します。日数かかるし出来上がりまでは長いですけど、この食べ方がイワシの最適化ではないかと自分的には思います。今度はスモークオイルサーディンでパスタでも作りましょうかね。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。ではまた。